皆様いかがお過ごしでしょうか。うしゃスライムでございます。というわけで今回はみんなのデスクスライムに見せてもらっていいですか第38回というわけで今回は皆さんから送っていただいたデスク周りを紹介していきます。そして引き続き皆さんからデスク周りのお写真を募集しております。こちらのポストの返信欄もしくは僕の X のアカウントの DM 宛てに皆さんの自慢のデスク周りのお写真を送っていただくと後日僕の動画にてご紹介させていただきます。一度応募したことがあるよというあなたもまだ送ったことがないというあなたもぜひぜひお気軽に送っていただけると嬉しいです。皆さんのご応募お待ちしております。それでは早速見ていきましょう。お付き合いよろしくお願いいたします。一つ目は刺身さんから送っていただいたデスク周りです。動画を見て触発されたので応募してみます。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクはいわゆる L 字デスクというような構造になっていて、この L 字の右側部分が PC 環境、そして左側部分は奥にねペンなどがこう立てかけてあるように手書きするスペースみたいな感じになってますね。手書き大好き民のね僕としてもこれかなり憧れるというか心がくすぐられるような配置ですね。モニターについては横向きのものが横に3枚並んでいるトリプルディスプレイ構成になっていて、かつこちらのモニターたちはそれぞれモニターアームというアイテムを使って設置されているので、まるでねコックピットのような迫力満点な構成になっています。そしてモニターの手前には 60% キーボードというかなりねコンパクトなサイズのキーボードが設置してあります。こちらのキーボードキーキャップ部分が淡いブルーと淡いグリーンという感じの2色のねグラデーションのような感じになっていて、とてもね可愛らしい雰囲気になっていますね。そしてこちらのキーボードの左側には縦 2× 横6というねマクロキーボードなんかが設置してあります。おそらくねここに、好きなねショートカットなんか割り当てて、使用しているんじゃないかなと思うんですが、こちらのキーキャップもカラーがですね右側のキーボードと揃えられているので、まるでこうセットのアイテムのような感じでねとても統一感があります。そしてキーボードの右の方にはやばい色をしたゲーミングマウスがありますね。しかもさらにその奥にもですねやばい色をしたトラックボールマウスなんかも存在しているんですね。こちらケンジントンスリムブレードプロというアイテムだと思うんですが、僕もこのトラックボールマウス現在ね愛用しているんですが、本当はね本体のカラーブラックなんですが、こちらすごい黄緑色です。おそらくねご自身でねこれ塗装されているアイテムなんだと思います。そして個人的にすごくね気になっていたこの左側に存在している手書き環境なんですが、ここにはデスクマットのようなものが引いてあり、さらに奥には様々なねペンたちがこうアクリル製のスタンドにこう立てかけられているんですね。いいですねこの感じ。まるでねちょっとした文具店のようなとても綺麗に並んでいます。そしてこのアクリル製のスタンドの横に置いてあるアイテム、おそらくねこれインクだと思うので、もしかしたらね万年筆がね趣味なんでしょうね。確かにね先ほどこうモニター下の空間にですね、透明なこうキーボード台が置いてあって、その上にですねちょっとしたこうペン類がね備え付けられていたんですが、ここにもね万年筆っぽいものはあったんですよね。なのでもしかしたらねこの万年筆を使ってデスクの上に置いてあるこの手帳なんかにこう毎日ねちょっとずつ何かを書いていくみたいなことをねされているのかもしれないです。おしゃれな趣味ですね。そしてこちらの手書き環境のね奥の方はしっかりとねテープライトを使ってライティングされているところもね大変でいいですよね。個人的にはこの環境すごくなんか憧れるんですよね。普段はこの正面にある PC をね使って何か作業をしている一方で、少し時間をとって左側にねこう体を向けるとディスプレイのようなねデジタルなものがほとんどない、まさにね紙に自分が1対1で向き合えるようなねこう環境があるっていうところが文化的なね生活を送れそうで、すごくなんか贅沢というか羨ましいですね。ちなみにですねこちらのデスク、この PC のね正面の空間がですね壁ではなくて奥にねお部屋がこう広がっているスタイルのね配置になっていて、ものすごくねこれ開放感があっていいですね。僕も一度くらいはね PC デスクのね正面をねこう壁じゃなくてこのお部屋全体を見渡せるようなね場所にちょっと配置してみたいななんていう風にね考えることはよくあります。ということで PC 環境と手書き環境が調和しためちゃめちゃ快適そうなデスクですね。というわけで以上刺身さんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。2つ目は太陽輝きさんから送っていただいたデスク周りです。いつも動画視聴しています。ありがとうございます。専門1年生です。もともと黒デバイス環境だったのですが、今では白デバイスに一新しています。基本的にお金がないので安くて使えるものを多く導入しています。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。白いデスクに白いデバイス、そして白い PC という感じで白一色で統一されていて、大変ねすっきりとしたビジュアルになってますね。モニターについては正面に1枚とその上に1枚、さらにその右側に縦置きされたモニターが1枚という3画面構成になっています。上下のね2段重ね構成というのと縦置きモニター
っていうものがね、両立されていて、作業をする際にはね、かなりね、理想的なね、配置になっていると思います。これはきっと快適ですね。キーボードについては、レーザーデスストーカー V2 Pro 10キーレスという、ワイヤレスかつロープロファイルな、ゲーミングキーボードですね。そしてマウスについては、レーザーバイパーアルティメットというワイヤレスのゲーミングマウス。そしてマウスパッドもレーザープログライドというアイテムになっていて、レーザーのかつ白いアイテムというもので統一されています。ちなみにこのキーボードの左側には、コースターというものもありますね。多分これは、珪藻土というね、めちゃくちゃ水を吸ってくれる素材が採用されているアイテムなんじゃないかなという気がしますね。そして、モニター下の空間については、クリエイティブピープルという PC スピーカーだったり、コントローラー用のスタンドだったり、ちょっとした緑などがこう並べられていて、ごちゃっとしない程度に絶妙にアイテムが配置されているところがね、とてもいいですね。ちなみにこちらのデスクに設置されているマイクとマイクアームなんかも白いです。オーディオ関連のアイテムって基本的にね、黒一色みたいな感じで、白いアイテムっていうのはね、もうほとんど存在していないんじゃないかなというようなね、感じがあるので、とても珍しい感じがします。そしてデスクの右側に置いてある自作 PC。こちらも真っ白ですね。こちらは LGXT-HQ Flow という2面ガラスパネル仕様になっている PC ケースが使われていて、中がスケスケです。なので PC パーツなどのね、ライティングがより綺麗に見えて、とてもいいですね。ちなみに僕自身も2面ガラスパネル仕様の NZXT-HQ Elite という PC ケースを使っているんですが、2面ガラスパネルだともちろん中が綺麗に見えるという側面もあるんですが、それ以外にもね、PC の大きさの割に圧迫感というものがね、少なくなるので、個人的にはね、かなり、ね、気に入っています。ということで、白いアイテムで統一されたスッキリ PC デスクという感じですね。というわけで以上、太陽輝きさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。3つ目は、虹のパパさんから送っていただいたデスク周りです。うしゃスライムさん、こんにちは。こんにちは。虹の父親、オレンジ大好きのしがない会社員です。最近家をリフォームして、理想の仕事環境を作りましたので、よろしければぜひ紹介してください。配線整備はゆくゆく進める予定です。というわけで、見ていきましょう。全体はこんな感じ。オレンジ。正面の壁一面がオレンジ一色で塗られています。自宅の部屋って考えると、すごく珍しいカラーな気がしますね。壁からの反射光で、アイテムたちがどことなくなんかオレンジ色で照らされている感じがしますね。モニターについては正面に1枚とその左側にモバイルモニターという少し小さめのディスプレイというものを、縦置きして並べている、2枚構成になっています。このモバイルモニターというアイテム、噂によるとですね、これ縦向きにすると通常のこの24インチとか27インチのディスプレイの縦幅とちょうどなんかぴったり揃うらしく、まるでこうウルトラワイドモニターのようなね、割とね使いやすいね構成にできるということです。確かに、少ないスペースでね、ディスプレイを1枚増やせるっていうのはね、かなりね、これ魅力的だと思いますし、作業もその分ね、はかどりそうなね、気がするので、一度はね、ちょっと使ってみてもいいかな、なんていう風にね、考えることはよくあります。ディスプレイにはね、僕のチャンネルを表示していただいております。ありがとうございます。そして、モニターのこの右側には、ノート PC が、スタンドに、立てかけられているような感じになっています。壁紙にリンゴのマークがね、ありますけれども、大嘘つき。僕も PC のデスクトップをね、MacOS 用の壁紙にしているので、人のことはあまり言えないですけどね。そしてキーボードについては、キーボール61という分割型かつトラックボール付きの自作キーボードになっています。そしてこの分割型キーボードの間の部分に iPad が存在しているという配置になってますね。分割型キーボードというアイテムはね、僕も現在使っているんですが、肩を開いた状態でね、こう操作ができたり、テンティングというね、キーボード本体にものすごい傾斜をつけることができるなど、シンプルに、文字入力がしやすいっていうメリットがあるんですが、それと同時にキーボードの間の空間にちょっとしたメモだったりとか、まさにこんな感じでタブレットだったりというものをね、置いて逐一こう参照しながらね、キーボード入力ができるといったデスク上にね、こう配置する上でのね、メリットなんていうものもね、あるので、分割型キーボードはとてもいいです。ちなみに僕は現在コルネチェリ V3 というキーボードをね、使っているので、気になった方はね、ぜひ、こちらも、動画にてご紹介しておりますので、合わせてチェックしてみてください。そしてこちらのデスク全体をちょっと引いたところからね、撮影していただいたお写真もね、送っていただきました。トラ。こちらのデスク、かなりですね、
横長サイズになっていて、この右半分あたりが PC デスク環境になっていて、左半分あたりは、比較的こうね、スッキリとした状態にこうキープされているという感じになっています。おそらくね、こちらのこう左側の空間で、PC 以外の作業、それこそ何かね、アイテムを開封したりとか、何かこう手書きでメモをしたりとか、そういうことをね、されてるんじゃないかなという感じがします。やっぱり壁はめちゃくちゃオレンジなんですね。ということで、オレンジ色が鮮やかなギラギラデスクという感じですね。というわけで、以上、虹のパパさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。4つ目は TK たけさんから送っていただいたデスク周りです。ガジェット好きで拝見させていただいています。ありがとうございます。最近デスク周りをアップデートしたので応募してみました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。デスクをはじめとしたアイテムがそれぞれね、黒いカラーでね、統一されていて、ちょっとした秘密基地みたいな雰囲気があって、とてもね、クールなね、感じになってますね。モニターについては、正面に1枚と、左側に縦置きされたモニターが1枚、右側には横置きされたモニターが1枚と、その上に液タブという、ディスプレイにね、直接ペンで書き込むようにして操作をすることができるアイテムが配置されている4画面構成という感じになっています。モニターもりもり。そしてですね、こちらの液タブについては、使用するときには、このデスクの上まで持ってきて、で、使わないときは、このお写真の通り、モニターの上のあたりにこうセットしておくという運用をされているということです。僕もですね、一人の、液タブというアイテムを使用している人間なので、ものすごくね、わかるんですが、液タブってとんでもなくデスク上のスペースを占領するんですよ。本当に初めてね、液タブというアイテムを購入したその日から、あまりのデカさに毎日こうびっくりしてますからね。なので、よほどこうね、毎日何かしら書くということでもない限りは、使うときにこうデスクの上に持ってきて、使わないときはこうどこかにこうしまっておくみたいなね、運用の方がね、デスク周りがね、スッキリしていいような気はします。なので、どちらかというと、ケーブル1本ですぐに使えるようになる液タブみたいなものを探した方がね、なんというか幸せになれるような気がします。僕に関してはね、よほど毎日絵を描く人間なので、デスク上にね、置き続けてますけどね。そしてですね、こちらの4枚存在している PC モニターの左側のところにですね、ちっちゃいね、ディスプレイみたいなものがこう設置されているんですよね。そしてこの画面でよく見てみると、雨雲レーダーみたいなものがね、映っています。これめちゃめちゃいいですね。特にね、今の季節なんかはね、夕方に1時間だけめちゃめちゃ雨が降るみたいなことが多いので、結構な頻度でこうスマホでね、アプリを立ち上げて、こうね、雨雲レーダーをこうチェックしたりするんですよ。なので、この雨雲レーダーを逆にデスク周りのどこかにこう常設しておくっていう、この発想がね、素晴らしいですね。近いうちに真似してみたいですね。多分 PC アプリではなさそうなので、なんかどこかしらで安いなんか中古のね、スマホとかタブレットをこう買ってきて、常にこう充電ケーブルに挿しておいて、どこかにこう立てかけておいたらなんかできるのかもしれないですね。めちゃくちゃいいな、これ。こう最近ね、本当にこう出かけるその瞬間だけめちゃくちゃ雨降ってて、大雨の中ずぶ濡れになりながら外を歩いて、で、目的地に到着して、屋内に入ったらもうすでに止んでいるみたいな、そういうことがめちゃくちゃ多かったので、すっごい刺さりますね、これ。そしてキーボードについては、ドランクディア A75 という直式キースイッチが搭載されているタイプのキーボードですね。そしてこちらのキーボードのね、右上のところには、透明なうさぎさんと人参さんがこういらっしゃいますね。とても可愛らしいですね。そしてマウスについては、ロジクール G502X プラスというワイヤレスのゲーミングマウスになっています。そしてさらに、このキーボードの奥の方には、Stream Deck という本体に搭載されているボタンに好きなショートカットなんかを割り当てて、使用することができるアイテムが設置してあったり、あとは寝っ転がりながら片手で PC 操作がね、行えそうなワイヤレスのね、トラックボールマウスなんかがね、こう置いてあります。そしてこちらのデスクの右側にはですね、自作 PC というものがこう、堂々とね、構えております。こちらの PC、青とピンクというね、ネオンカラーのようなものでこう、統一されていて、大変クールなね、雰囲気に仕上がっています。いいですね、このカラーリング。ということで、まるで秘密基地のような趣味満喫デスクという感じですね。というわけで、以上、TK たけさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。5つ目はログさんから送っていただいたデスク周りです。シャスライムさん、こんにちは。こんにちは。引っ越しをして、そこから2ヶ月かけてデスク周りを大幅アップデートしました。2種類のデスクが欲しいが叶う部屋となっております。以前までインテリアになっていた白デスクをメイン環境へと引き上げ、逆に木目デスクがインテリアに降格しました。というわけで見ていきましょう。全体はこんな感じ。驚くべきことにデスク周りが2つ存在しています。右側に存在しているのは、真っ白な環境。そして左側に
存在しているのは木目×黒みたいな環境になっています。あまりにもこう贅沢というか夢のような空間ですよね。それこそね、少し前まではね、僕も白一色のね、天板を使っていたんですが、その後ね、木のぬくもりのあるね、デスク欲しいなとかね、思いながら今度はこのオーダーメイドヒノキデスク天板を購入したわけですよ。そしてそんなね、交換した現在もね、なんか時折ね、こう真っ白なね、デスク使いたいななんてね、思ったりするので、いいですね、これね。羨ましい。というか、部屋広。すごいですね、これ。VR でね、ゲームするときなんかにこう、腕をなんか、めちゃくちゃ振り回すタイプのね、なんかスポーツするみたいなね、ゲームでも、壁に激突したりとか、肘をぶつけたりとかなんかしなくて済みそうですね。ということで、こちらが現在メインで使用されている白デスク環境ということです。モニターについては、横向きのものが横に2枚並んでいて、さらにその右側に縦置きされたものが1枚。という3画面構成になっています。そしてこちらのモニターたちはそれぞれエルゴトロン LX というモニターアームで設置されているので、モニター下の空間が大変ね、スッキリしたいい感じになっています。そしてこのスッキリとしたモニター下空間には、ガラス製のモニター台というものがね、設置されています。ただですね、このモニター台の上、何にもない。どんな使い方をしているのかちょっと気になりますね。もしかしたら、こうデスク上のアイテムちょっと避けておきたいなっていう時に使うなんか一時的な台みたいなね、感じかもしれません。そしてキーボードについては、ウーティング 60HE という直式キースイッチが搭載されているタイプのアイテムです。こちらのアイテム、本当はね、こうゴリゴリのゲーミングキーボードなので、デフォルトでは黒いね、ボディに黒いキーキャップという感じのビジュアルをしているんですが、こちらのアイテムについては、公式からカスタマイズ用のね、アイテムとして登場している白いキーキャップと、さらにはこのアルミ製のケースというものに交換されていて、かなりね、おしゃれキーボードに仕上がっていますね。そしてこのキーボードの左側には、ツアーボックスエリートというね、左手デバイスも置いてあります。マウスについては WL マウス Beast X Mini という、ワイヤレスのね、ゲーミングマウスになっています。こちら、本体重量がね、34g らしくて、異次元の軽さですね。そしてこちらの、白デスク環境、実は L 字デスクのような感じになっていて、この L 字の右側のところには自作 PC ががっつりと置いてあるというようなね、感じになっています。こちらの PC はね、NZXT HQ Elite という2面ガラスパネル仕様になっている PC ケースが採用されていて、この PC の中のパーツ一つ一つもね、白いアイテムでね、こう統一されていて、大変なこれこだわりを感じますね。これよく見たら PC のね、上のところにもモニターが設置してありますね。そしてこちらのデスクのこの壁もですね、これまたこだわりを感じますね。こちらのこのデスクの壁一面にはですね、ちょっとしたね、模様がついているパネルがこう敷き詰められていて、さらにその上にね、ライティングのあるタイプのね、パネルがこうね、設置されていて、ものすごくね、こう明るい雰囲気になっています。特にね、このネオンサインっぽいね、ライト、おしゃれでね、いいですね。僕もなんかこういうの欲しいですね。ウシャーとかなんかアルファベットで書いてあるなんかネオンライトみたいなのがあったらちょっと嬉しいなってなりますね。ということでね、ものすごくこだわりの詰まった白デスクというものをね、こうじっくり見てきたんですが、実はもう一個デスク周りがあるんですよね。それがこちらの、木目デスクということで、こちらはメインの環境ではないということなんですね。詰まるところこれインテリアですね。インテリア用のデスクっていうのもなかなかこれすごいですよね。そんなインテリアというね、名前に負けないような、モデル PC デスク環境みたいなね、ものすごくこう整ったね、環境になってます。厚めの木目天板の電動昇降デスクにウルトラワイドモニター、そして HHKB に MX マスター3、さらには天板の雰囲気に合わせられたデスクシェルフにストリームデックプラス。もはやこれね、美しさを感じるほどね、これデスク環境になってますね。メインじゃないデスクとはね、思えないくらいにね、アイテムたちがこう充実しているわけですね。いいですね、これ。なんだかもうカタログみたいなデスク周りですね。まあデスク周りのカタログっていうものが存在しているかどうかまあ置いといてですけど、いや、すごいですね、これ。このデスク環境と同じものをこう丸々なんかセット販売とかね、しててほしいレベルですね。いやー、すごい贅沢ですね。そんな、2つのね、デスク環境が存在しているこちらのお部屋なんですが、このデスクの間のところにはですね、大きなショーケースというものがこう存在していて、この中にはですね、まあ、ショットグラスとか、魔法の杖とか、あとはね、ちょっとしたね、デバイスたちがいい感じにこう飾られていて、まさにこれ趣味のアイテムをこうね、飾って楽しめるスペースになっているわけですね。いや、いいですね。僕もなんかいつかね、こういうガラス製のでっかいショーケースみたいなものをね、手に入れて、なんかそこにこう、キーボードとかを並べたりしたいですね。結構このガラス製のがっつりショーケースみたいなものってね、結構憧れますね。ということで、2つのデスク環境が楽しめる、見応え満点の贅沢空間という感じですね。というわけで、以上、ログさんから送っていただいたデスク周りでした。ご応募ありがとうございました。
というわけで今回は皆さんから送っていただいたデスク周りを紹介してまいりました。そして引き続き皆さんからデスク周りのお写真募集しておりますので、ぜひぜひお気軽に送っていただけると嬉しいです。皆さんのご応募お待ちしております。あとは動画の高評価とかコメントとか、旧 TwitterX のフォローなどなど、いろいろよろしくお願いいたします。そして今後もこんな感じのデスク紹介のね、動画投稿していきますので、次も見たいなと思ってくださった方は、ぜひぜひ見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。